はい、こんにちは。セガの西村健作でございます。今日はね、君たちにアーケードゲーム、その中でもトレーディングカードゲームについて講義をしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。君たちはトレーディングカードについてどういうイメージを持っているかな。まずね、それを説明する前に、アーケードゲームのジャンルについて理解してもらいたいと思います。その上でトレーディングカードゲームを覚えるということでいいね。一つ目のジャンルはビデオ。細かく定義づけするといろいろ議論は必要なんですが、ざっくりとレバーとボタン、あとは専用コントローラーなんかで、ゲームの中のキャラクターを動かすというタイプのゲームだと思っていただければ間違いないですと。広く言うとこういった音ゲーとかこういったレースゲームね、このビデオゲームのジャンルに属していると言ってもいいんじゃないでしょうか。そしてですね、12月に発売をする予定のこのアストロシティミニ、まさにビデオゲームのジャンルというものになりますね。この話を受けまして、問題見てみましょう。はい、じゃあね、この問題見てみよう。知識を問うタイプの問題ですね。まずファンタジーゾーン1986年のシューティングゲーム。そしてイのヘッドオンは1979年のドットイートゲームの元祖で、1個飛ばしてフリッキー84年のアクションゲームと。でこのウのポントロンが1973年ということで、一番最初のビデオゲームはウのポントロン、これだね。このウのポントロンが正解になると。じゃあ板書に戻ります。2つ目はメダルです。メダルゲームになります。お店から借りたメダルを機械に投入して、プレイ結果に応じてメダルが払い出されるタイプのゲームです。君たちもね、1回2回は遊んだことあるんじゃないかな。メダルゲームにもいろいろあって、競馬だったりとか、こういうねプッシャーだったりとか、ビンゴだったりとか、いろんなタイプのゲームがあるわけなんだけども、昨今はこのスターフォース4のようにメダルを使わないタイプの電子メダルタイプというゲームも登場している。メダルゲームも進化してるんだね。じゃあ3つ目、プライズ。景品のことだね。ぬいぐるみだったりとか、あとフィギュア、あとお菓子みたいなもの、景品をゲットするタイプのゲームをプライズゲームと言います。みんな知ってると思うんだけど、これ UFO キャッチャーね。 UFO キャッチャーは、セガの登録商標です。これ絶対覚えてください。あとね、最近では、家にいながらにして UFO キャッチャーが楽しめるセガキャッチャーオンラインというサービスも始まっている。その他にもゲームセンターにはこういうエアホッケーとかモグラ叩きのような、モニターがないタイプの電子遊具エレメカだったり、撮影した写真がシールになって出力されるプリントシール機、プリクラだね。プリクラと、プリントクラブというのも、セガの登録商標なので、これは整理しておいてください。でこのプリクラなんだけども、今年の10月にフィズという新商品、新プリクラ機でセガが約20年ぶりに、市場に再参入している。歴史はこの瞬間も動いているというわけだね。簡単ではありますが、以上アーケードゲームのジャンルについて解説をしました。これらのジャンルはね、1990年代ぐらいにはある程度もうできていた。アーケードゲームも成熟してきたと思われた2000年代に入って突如彗星のごとく現れたジャンルがあると。それが今回説明するアーケードトレーディングカードゲームだね。トレーディングカードゲームそのものは古くからあるアナログの遊び。セガはそのトレーディングカードゲーム、紙のカードを読み取る技術を取り入れて、ゲーム業界で初めてトレーディングカードゲームとアーケードゲームを融合させたと。今日はね、その黎明期に登場したタイトルと、エポックメイキングな技術、そのエポックメイキングな技術について、ご説明したいと思います。いいね。最初に登場したのが2002年サッカーゲームのワールドクラブチャンピオンフットボールセリエ A2001-2002、略して WCCF。このゲームは、登場するや否や大ヒットします。
その後ですね、順調にバージョンを重ねていきまして、今は WCCF フッティスタが絶賛稼働中。発売から20年近く愛されているタイトルというわけですよね。キーワードは2点。1点目、フラットパネルリーダー。2点目、世界初のアーケード TCG。もともとはカードを束で読み取らせる束リーダーという技術が先行してあった。ただ、当時のディレクターが、サッカーゲームでサッカーのフィールドに見立ててカードを配置した方が絶対に面白いでしょうっていう、強い信念と、束で読み取る技術を応用すれば、盤面に置いた複数枚のカードをいっぺんに読み取れるんじゃないかというアイディアから WCCF 専用に開発されたのがこのフラットパネルリーダーになるんだね。ではここで問題を解いてみよう。そうだね。君たちの言いたいこともよくわかる。先生、僕ゲームのことは分かっても建物の高さは分かりません。そうだよね。そうだと思う。そうだと思う。ただこういう問題は感覚で理解するのがいいと思うんだよね。まず、実際の WCCF カードの総出荷枚数は現時点で約10億枚だ。カードの厚さは調べれば分かるので、それを積み上げるとだいたい388キロぐらいになるね。国際宇宙ステーション A が正解。要は WCCF はまさに天文学的なブーム、人気になったと、そういうことも言えるでしょう。そういうところに気づくの非常に重要だからね、よろしくね。じゃあ板書に戻りましょう。次はですね、 WCCF に続く2003年の2月、空前の大ブームを巻き起こしたカードゲーム、そう甲虫王者虫キング。これカード総出荷枚数、累計出荷枚数は4億9800万枚で、2008年には公式大会開催数が10万回を突破ということで、最も多くの公式トーナメントを開催したアーケードゲームとしてギネスに登録されてます。これだけ大ブームを起こしたゲームだから、今の20代の君たちはものすごく思い出深いタイトルの一つなんじゃないかな。キーワードは2点。キッズカードの元祖、じゃんけんのカスタマイズと、この2点ですね。このね虫キングなんだけども、注目すべきは、ゲームシステムにあります。甲虫のカブトムシクワガタというね、男の子が誰もが好きなモチーフに加えて、誰もが知ってるゲームルールじゃんけんを組み合わせると。こういうね普遍的なモチーフを見事に新しい遊びに昇華させている、開発チームの姿勢は素晴らしいよね。セガのカードゲームの元祖は実は虫キングだと思ってる人が結構多いんだけど、1弾は WCCF、2弾が虫キングで、虫キングはキッズカードの元祖ね。この流れ絶対に守っといていいね。でだ、次が2003年7月、アバロンの鍵。このアバロンの鍵はアーケードのカードゲームとしては3作目のタイトル。このゲームは30枚で1デッキ、最大4人同時プレイが可能。対戦型トレーディングカードとすごろく型ボードゲームを融合させたようなゲームシステムが特徴的なタイトル。キーワードは2点。デッキリーダー、フリーインフリーアウト。出ました、デッキリーダー。これさっきの WCCF でもともとあったカードの読み取り技術束リーダーが3作目のアバロンの鍵でようやくお披露目というわけと。でもう一点、このねフリーインフリーアウト、これどういうことかというと、通常ボードゲームって全員一緒にスタートをするものが多いんだけれども、これはね一人からでもプレイができる、フリーインなのね。もちろん他のプレイヤーは途中でも参加できるし、ライフがゼロになったら途中から抜けてもゲーム自体に影響がないというようなシステムになっている。でこれは当時ゲームセンターにまだネットワーク対戦が普及してなかっただけに、
まあいろいろ試行錯誤した結果、こういうゲームシステムが生まれたとこういう、当時の工夫だったんだね。虫キングが大ヒットをしたそのキッズカード市場に2004年3月登場したのがおしゃれ魔女ラブ&ベリー、略してラブベリだ。男子が好きなものがカブトムシクワガタだったら女子が好きなものは何か。そう着せ替えね、ファッションコーディネートです。それまでお人形遊びの代名詞だった着せ替え遊びをこの TCG に組み込んだこのラブベリは幼児小学校低学年の女の子を中心に社会的なヒットブームになった。でこのラブベリキーワードは2点、そのままだね。女児ターゲット。2点目多業種展開。それまでねゲームセンターとか、トレーディングカードの収集とは縁が遠かった女児ユーザーをがっちりと取り込んだこのラブベリーは、2006年にですね実際ゲームに出てくる洋服を買えるアパレルショップだったり、海の家、あとは料理教室、そんなねゲームだけじゃなくて幅広くゲームの世界観を楽しんでもらえるという、多業種展開をしてきた。ゲームだけでもなくそれ以外でもいっぱい楽しんでほしいという姿勢は、今のセガの総合エンターテインメント企業、その姿勢に通じるのかもしれないね。じゃあ続いてね、2004年8月に登場したのがクエスト・オブ・D だ。このクエスト・オブ・D、歴史的なアーケードゲームを数多く開発したセガが誇る開発部署 AM2 系を母体にしたセガ AM2 による初めてのアーケードトレーディングカードゲーム。もうガチガチのダークファンタジーアクション RPG だよね。キーワードは2点。初のオンライン協力プレイ。2点目全部入りと。これもね決定的に違うところがある。さすがセガ AM2 開発というべきか、このゲームはトレーディングカード要素がありながらさまざまな技術仕様が詰め込まれたゲームになってます。まずね業界初のオンライン協力プレイを実現。そして操作系はタッチパネル、アナログレバー、さらにボタンが4種、そして、さらには連動サイトの D ネットへの対応。まさに開発チームが掲げた理想の遊びを実現するために技術の粋を結集させたまさに美味しい要素が全振りのゲームだったということだね。じゃあ次いくよ。よいしょ。ちょっと2005年3月。これはもう今もねすごくいっぱいファンがいるタイトルです。現在も続いている人気タイトル三国志大戦と。幅広い層に人気がある三国志、これ日本人も大好きだね。三国志をモチーフにそれまでまだ日本国内ではあまり馴染みがなかったリアルタイムストラテジータイプのゲームシステムと1対1のオンライン対戦を実現した本作。カードを動かして戦う操作性とカスタマイズとプレイングの戦略性が受けて、大ヒットしたと。なんでヒットしたのか、これ言えない人実に多い。キーワードは2点ね。1点目、業界初オンラインアクション対戦で、2点目プレイヤーコミュニティ。毎週全国ランキングが表示され公式大会も頻繁に行われた三国志大戦は、非常にね人気プレイヤーなんかも多く、そして人気の俳優さんや声優さんなんかも足げくプレイするほどブームになった。で、全国の店舗で実施した、公式ファンイベントで、ここでは、リアルのコミュニケーションが、活発に行われてですね、アーケードゲームならではの、コミュニティ強化、これも精力的に行われた。これは本当にねアーケードならではの文化だとそう思ってます。それでは問題を解いていきます。こんなこと問題にするなんてどういう意図なんだろう。あれ
これ先生もしかして語呂合わせじゃないですか？そう正解はこの3594日間三国志、答えは「い」です。まあね、こういうところも、セガの人間味が出てくるエピソードなんじゃないでしょうか。アーケードトレーディングカードのゲームの誕生から、6タイトルについて説明してきました。以降もこのトレーディングカードゲーム、アーケードのトレーディングカードゲームはたくさん、リリースされている。最後に、1問、問題を解いていきましょう。この音劇、もちろん知ってると思うけど、トレーディングカードゲームと音ゲーを組み合わせた、新感覚の音ゲーだ。今でも絶賛、稼働中。このバトル中にキャラクターが身につけてる衣装の名前は、ちなみにこのね、ちょっと筐体を見てもらえるかな。筐体で、筐体に、ここに、レバーとボタンがあります。シューティングゲームっぽいなと思わない？なんで答えは絵なんですね。絵のシュータードレス。このように筐体から逆算して答えにアプローチしていくみたいな、こういうのもアーケードの設問では有効な手段になるよね。それでは今日の講義はこれまで。今日のテーマは長いアーケードゲームの歴史の中でもほんの一部、確かにニッチな題材かもしれない。でも大切なのはそこから何を学ぶかなんじゃないかな。これはただの紙切れなんかじゃないぞ。この一番には魂が宿ってる。それがセガだよ。